皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の23日ですね。木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の10時3分ということで、1時間半以上遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、国会が内閣不信任案を可決した場合、内閣総理大臣は衆議院を解散できるという日本国憲法第69条の規定は二重の意味で間違っているということで、内閣総理大臣には衆議院の解散権はないというふうに、ずっと前から主張してますけど、今回は憲法69条の規定ですね。これを取り上げます。ということで今日の放送通算で2783回目ですね。ワイワイニュースライブいつものようにツイキャステレビの一元放送ということで音声映像今のところ順調に配信されているということですね。今日の最初ですけど、昨日はお休みだったんで、一昨日の火曜日ですね、5月の21日夜の放送、メインテーマは安倍晋三自公政権は福島第一原発大事故による放射能汚染が特にひどい福島、宮城、栃木、千葉の住民を緩い、避難基準で汚染地域に定住させていると。こういうタイトルで、メインテーマ取り上げましたけど、それをですね YouTube の表紙を作成していただいたということで、こういうあれですね、汚染の放射能汚染の日本地図の上にコーションということで、ですね。そしてタイトルが安倍自公政権は緩い避難基準で放射能汚染地域に定住させていると、こういう表紙ができてます。現時点での視聴者数はツイキャスが463名から YouTube が312名ですね。合計で775名ということです。皆さんからのコメントですね。カットメンさんがお茶ですね。それから砂ずきんさんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それから初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1、2、3、4、5、6枚ですね。配信ありがとうございますと。それから石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしました。キララカットさんがコンティニューコイン2枚ですね。初見さんが必見ですと。ワイワイニュースライブ、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれました。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。それからこの放送の前に、K さんからですか。メディアも責任は大きいですねと。市民メディアを発展させても限界もありますから、NHK には意見を必ず伝えていくこともしなければ BBC は公共放送としては役割をしていると思いますという。市民メディアは限界があるという。それじゃあなんで私なんかもう毎日毎日こういうふうにやってるんですかね。市民メディアの発展のためなんですよ。 NHK にいくら言ったってダメですよ。あれはもう解体するしかないんですよ。だからもう幻想持たない方がいいですね。それから砂ずきんさん、関税問題、マスコミに載らない海外記事、信用創造の基本知らないなんて今更認められるかよと、主流経済学者らグッバイよらしむべし知らしむべからずという砂ずきんさんですから否応なく近づくファシズム、政治が機能しない恐怖社会、世相を切る相葉達也さん、反証にもかかわらずクリホサートは OK というアメリカ
環境保護庁と、マスコミに載らない海外記事ということですか。ということで、市民メディアに限界がありますって最初から言っちゃったらやる必要ないじゃないですか。なんでわざわざ毎日毎日この七面倒くさいことを私はやってんですかね。こういうコメントが入るっていうのは非常に残念ですよね。あまり深く考えないでこういうふうなコメントを入れてると思うんですけどね。マイナス6。今日の画像ですね。1、2、3、4。4枚ですね。一番最初は、今日のトピックスの一番最初に取り上げたんですけど、山本太郎氏の立ち上げた令和新選組への寄付金が1億円突破したということ、1億1250万ぐらいらしいですね。ということで、次の目標は3億円でしょうね。3億、5億、10億ということで、寄付金を集めましょうと。まあ今のところ彼しかいないですからね。ということです。で、2つ目も、これもトピックスで取り上げますけど、トランプ大統領弾劾のですね、請願が1000万筆超えたということで、これはこのフラッシュメモリー、この2人が手で持ってる先にあるフラッシュメモリーの中に1000万の署名がメモライズされているということですね。今はそういう時代なんですね。1000万の日本の場合はなんか紙なんですよね。署名用紙。これをドサーッと段ボールかなんかに入れて、そして国会とか内閣とかに、台車を使って提出するんですけど、その後膨大な、請願署名が一体どういうふうに扱われるかというの誰も知らないんですね。おそらく廃棄処分になってですね、溶かされるか、細かくシュレッダーで、粉砕されるか。だから日本の場合は何の法的な法律も一切ないんですね。憲法においては請願権という立派な、条文があるんですよね。第16条にあるんですよ。請願権。何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、または規則の制定、廃止、または改正、その他の事項に関して、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる
差別待遇も受けないという憲法第16条にあるんですけど、これに関して請願権に関して、具体的にこの請願権を保障する個別の法律は一切ないんですね。歴代自民党政権がわざと作んないと、野党も要求しないということですので、何百万の請願署名を集めても何のセレモニーで終わって何の公的な保証もないと。ひどいもんですよね。で、アメリカ1000万の請願がどのような法的な保証があるのかという、ちょっとその辺調べないと分かんないんですけど、でも1000万人の人がですね、トランプ大統領を弾劾しろという請願を集めたっていうのは画期的なことですよね。おそらくこれからも増えるでしょうね。から3番目、韓国の大統領ノムヒョン元韓国大統領、この方なんですけど、この方が投身自殺をしてからちょうど10年前の今日なんですね。2009年の5月23日に彼は引退した自宅裏の山から焼身自殺しちゃったんですね。で、今日がちょうど10周年ということで、彼の行ってきた戦い、業績を再び、再評価しようという機運がですね、急速に韓国では上っていると、動きが出ているということなんですね。で、今のムン・ジェイン大統領っていうのはノムヒョン、もともとは弁護士なんですね。で、プサンで、人権派弁護士として事務所を開設したときに、この今のムン・ジェイン大統領の若き時、彼も弁護士なんですが、人権派弁護士で、このノムヒョン弁護士事務所に彼は新卒で入ったということで、文字通り、先生なんですよね。ですから、このノムヒョン元韓国大統領がやろうとして結局できなかった種をまいたことが今全面的に韓国の民主化運動として育っているということなんですね。で、これはですね、引退後どこかな、退任後ですね、故郷の慶尚南道か金海市放火村村に定着したノムヒョン元大統領が、これは2008年4月13日ですね、自転車につけた荷車に、孫娘を乗せて村の周辺を走ってるという場面なんですね。で、この孫娘がいるんですよね。で、ちょうどこの写真撮ったのが2008年4月13日ですから、約1年後に彼は投身自殺しちゃったということで、なぜかというと、彼の後を襲った、イ・ミョンバクというとんでもない大統領が警察検察を使ってですね、彼のいわゆる汚職等々を意図的に摘発したということで、それを彼は悲観して、焼身自殺しちゃったという悲劇がこのイ・ミョンバクによって図られたと。権力犯罪ですよね。ということですね。で、今日は私は、ハンギョレ新聞の記事を今日の注目情報
として社説、ハンギョレの社説ですね。異名、ノムヒョン十周期、いまだに遂げられない進歩主義の夢という社説ですね。ノムヒョン大統領の10周年を、10周期を記念した社説、これを今日の注目情報の中で取り上げ、そして今日の重要情報の中で、長い、これも、ハンギョレ新聞の記事ですね。バカ・ノムヒョンの挑戦、地域主義を壊す、崩す種となるということで、ノムヒョン元大統領が行った地域主義の破壊という戦いで、ソウルからわざわざですね、地盤もないプサンに移り住んで、そこで何度もですね、選挙に挑戦したんですね。で、3度、4度挑戦して、その都度落選するということで、バカノムヒョンと呼ばれるほど愚直に、地域主義、韓国に特に多いんですね。地域主義を打破する戦いを行ってたと。で、それが現在実を結んで、ムジェイン大統領を大統領に当選させるまで、育ってきたということなんですね。ということです。そして最後ですね。これたまたま見つけたんですけど、このアメリカの俳優であり映画監督のクリント・イーストウッドの言葉ですね。戦争を美しく語る、戦争を美しく語ることを信用するなと。彼らは決まって戦場にいなかったものなのだからと。ずっと昔から、そして今も人々は政治家のために殺されてんだと。まさに真実でしょうね。クリント・イーストウッドの言葉だということです。今日の画像ですね。アップしますね。山本太郎氏のところに1億1150万円集まったと。すごいですよね。こっちじゃないよ。彼こそが希望の星でしょうね。マイナス30。じゃあ分けますね、これ。山本太郎が4つ。これはちょっとあれですね。間違えましたね。消しますね。朗報。それから1000万の弾劾。
トランプ大統領弾劾の1000万人の署名が集まったという、これからも増えるでしょうね。それからノムヒョンさん、ちょうど今日が 10周期なんですね。ああ、これはマイナス16。なんだこれ。なんか今日調子悪いですね。孫娘を自転車の後ろ荷台に乗っけて走ってる写真ですね。それから4枚目がアメリカの映画監督であり俳優であるクリント・イーストウッドのことですね。今日の一言、これをちょっとアップしますかね。今日の一言。政治家のために殺されてんだと。ヘチさん、こんばんは。ノムヒョン大統領のお話にはとても感銘を受けましたって、素晴らしい人だったんですよね。残念ですよね。イ・ミョンバクに図られたということでしょうね。砂月金さん、市民メディア一つでは限界はあるかもしれないが、以前のコメンターはそれぞれコメンテーターはキャス主になっていると、増殖していけばいいと、そういうことでしょうね。一つ一つの市民メディアは弱いかもしれんけど、それが1万、10万、100万、1000万になれば、既存のマスコミなんか太刀打ちできないほど強力になるよと、それでしょうね、我々が目指してるのはね。土山純一さんですね、お茶爆点とコンティニューコイン2枚ですね。K さん、コンティニューコイン、令和新選組を応援してますということですね。はい。カットメンさん、財政赤字の拡大を容認する MMT について、黒田総裁は正しい理論とは思わないし、日本はやっていないと述べたらしいと。何言ってんのかという。からリモンバクの顧問に竹中平蔵がいましたという。竹中平蔵もなんかそうですよね。イ・ミョンバク政権のなんか顧問かなんかやってたんですよね。なぜか。砂月さん、クリントン・イーストウッド、カリフォルニア州カーメル市長を1期2年務めたということですね。はい。今日の次、映像ですね。これは山本太郎氏の寄付金総額1億円突破というブログにですね、ついてた映像ですね。YouTube 映像。彼が1億円未満だったら東京で無所属で、私一人が立候補するしかできないと。1億円以上だったら
3億円になったら5億円になったら10億円になったら具体的な金額に見合ったですね、選挙の方法を説明しているYouTube 映像なんですね。これなかなかいいですね。岸さん、先日山太郎議員が財務省前で夢を叫ぶというイベントを果敢に行いました。それをツイキャスでライブ中継して日本の新しい夜明けが見えた気がしました。日本の五つ星運動の夜明けですね。ということで、今日の映像ですね。3600回ぐらいしか YouTube 映像で3600って少ないですよね。これです。今日の一言はクリント・イーストウッドの言葉ですね。戦争を美しく語る者は信用するなと。彼らは決まって戦場にいなかったものなのだからと。ずっと前から、そして今も人々は政治家のために殺されていると。まさに資源ですね、これね。筆さん、前国会議員に招待状を出したのに誰も来なかったそうですと。財務省前にと。ひどいね。マスコミも彼の全国行脚の街頭宣伝1億円、突破とかですね、一切記事にしてないですね。これはもう完全に意図的でしょうね。完全に無視ですね、マスコミは。そして今日の座右の銘ですね。これはまあ前から何回も言ってますけど、世界的投資家ジム・ロジャース氏の言葉ということで、まあ彼はまあ私なんかとは対極にいるんですけど、ただものを正確に捉える、いわゆる死を抹殺のことではなくて本質を捉える力は非常に鋭いんですね。だから彼の言ってることかなり参考になるということで、私は彼の言葉を座右の銘にしてるんですね。ジム・ロジャーズの言葉、近いうちに世界規模の破綻が起こると。安倍首相は日本を破滅させた男として歴史に名を残すでしょうと。お金を大量に吸っている間はそれを享受している人たちの暮らし向きは良くなると。しかしいずれ破綻に向かい全ての人が苦しみますと。金融緩和でいい思いをした人たちも一緒ですと。から政府債務の大きさゆえ一旦破綻が起こると通常よりも大規模になると。安倍首相も日銀も世界経済にとっては非常に危険な存在ですと。安倍首相がやったことはほぼ全て間違っており、これからも過ちを犯し続けるでしょうと。円安誘導は最悪ですと。自国通貨を破壊することで地位が上がった国はありませんと。これ全部当たってるんですね、これね。ということで、ジム・ロジャーズの言葉、今日の座右の銘か。お金を大量に吸っている間はそれを享受している人たちの暮らし向きは良くなりますと。しかしいずれ破綻に向かうと。あれ、なんか今日アップするのがスムーズにいかないですね。
これですね。お金を大量に吸ってる間はですね。それから安倍首相も日銀も世界経済にとっては非常に危険な存在です。円安誘導は最悪と。自国通貨を破壊することで地位が上がった国はありませんと。鋭いですね。から次に、これも何回も取り上げてますけど、ジョン・レノン、世界は強靭によって支配されていると。社会は全て強靭によって動かされていると。さらに気違いじみた目的を達成するためと。僕はこのことに16歳とか12歳とかずっと幼い頃に気がついたんだと。でも自分の人生を通じてこのことを違った方法で表現してきたと。僕が表現しているものはいつも同じことだったと。でも今はこのことを言葉にして、示そうと。僕たちは変質強者たちによって変質強者たちの目的を成就するために支配されているとねと。イギリス政府やアメリカ政府、ロシア政府、中国政府が実際にやろうとしていること、その方法や目的を紙の上に書くことができるならば、彼らが何をやっているのか僕はぜひ知りたいと。彼らはみんな気違いなんだ。でもそれを表現すると僕はきっと気違い扱いされてきっと消されてしまうだろうと。これこそが気違いじみた現実なんだと。ジョン・レノンの言葉ですね。ヘチさん、ジョン・レノンには大きな影響を受けましたと。彼の、暗殺は本当に試合の陰謀だったろうと確信でます。そうですよね。マイケル・ムーアじゃないや。でも自分の、これか。彼らはみんな気違いなんだと。それを表現すると僕はきっと気違い扱いされてきっと消されてしまうだろうと。これこそが気違いじみた現実なんだと。この言葉通り彼は殺されちゃいましたね。ということですね。そして今日の注目情報ですね。ノムヒョン元韓国大統領が投身自殺した日が10年前の今日、2009年5月23日であると。この一つの記事として、社説ノムヒョン10周期未だ遂げられない進歩主義の夢というハンギョレ新聞の社説ですね、これ。でも十分育つ種を彼はまいたんですね。ヘチさん、ジョンの平和を我々にと関連したベッドイン活動かなりメディアに叩かれたそうですという。マイケル・ジャクソンだな。そうですね。
さっきマイケルって言って彼も殺されたんでしょうね。これです。ハンギョレ新聞の社説ですね。それともう一つ長い記事なんで、今日の注目情報の中で、バカノムヒョンの挑戦と地域主義を崩す種となるという、これハンギョレの新聞の5月20日付の記事。これもなかなかいい記事ですね。URL つけるの忘れましたけど、ちょっとこのタイトルで検索してください。ハンギョレです。バカノムヒョンという、バカノムヒョンと呼ばれるほど愚直に何回も何回も排他的な地域主義の典型的なプサンに拠点を移してですね、何回も何回も選挙戦を戦ったと。その都度落選して、お前バカじゃないかと言われるほどですね、愚直に繰り返しやって、ものすごい固い岩盤をですね、最後は突き崩したという話なんですね。すごい人ですよね。それで彼はすごい貧農の出なんですね。ですから高校しか出てないんですね。それで高校卒業の資格を取って、そして、高校卒業の資格だけでは弁護士試験受けられないということで、弁護士試験を受ける資格も試験で取って、それで、弁護士試験に、受かってですね、それで最初は別に人権派の弁護士として活動したんじゃないんですよね。非常に有能なビジネス弁護士として、活動してたんですけど、ある事件で、スパイ容疑を受けた学生が拷問を受けて殺されたという事件を彼は担当して、その事件を担当する中でですね、人権派弁護士として目覚めてきたんですね。そして拠点なんか一時、一時、裁判所の判事になったことあるらしいんですけど、そして、拠点をプサンに移して、そこで弁護士事務所、人権派の弁護士事務所を開いて、そこに今の大統領のムン・ジェイン、若きムン・ジェインが入ってきたと、こういう感じなんですね。砂月さん、あのバカを大先生と呼びという言葉もありますと。近い人は値打ちに気がつかないと。そうでしょうね。ということです。そして今日の推薦図書のうちで、ちょっとこの本は読みづらいんですね。非常に文字が細かくて、ですから今日は石井幸喜さんのこの本、内容的にこっちの方が面白そうなんで、これだけ読みますね。推奨本、衆議院議員石井幸喜著、日本が自滅する日と、官僚経済体制が国民のお金を食い尽くすということで、今日は83回目ですね。第3章、公共事業という名の収奪システム、第3節、ダム建設という巨大な無駄、それの岡山県奥津町のこれなんとかダムで、札束構成という、これはトマダダムっていうのかな。ここ読みますね。旧建設省のダム構想に長期
長期にわたって拒否姿勢を取り続けたのが岡山県奥津町だと。町を流れる吉井川に、これは駒田ダムかなを建設する計画は昭和32年2月に岡山県が発表したと。目的は農業用水確保で、総貯水量は8500万トンで中国地方最大級。完成すると同町全世帯の半分近い504戸が水没すると。3村の合併によって奥津町が発足したのは昭和34年4月。その議会合併協定書にはダム建設阻止が明記されたと。それをそのまま町のこれなんとかダム阻止特別委員会条例として制定し、建設阻止が徴税となったということですね。これは苫田っていうのかな。で、苫田ダム建設阻止規制同盟会の勢力は強かったが、昭和47年に革新に担がれて県知事に就任した旧自治省官僚 OB の長野史郎氏は昭和51年の再選後ダム建設推進路線に転換し、この計画を県の事業から国の事業へと昇格させたと。この期間長野氏は400億円の補助金を確保したいと発言し、1個平均1億円をほのめかしたと。昭和53年末には1個あたり100万円をこれ、のりだダム、ちょっとこれ振り仮名振ってもらわないと特に地名は分かんないんですよね。ちょっと今調べますね。読み方ですね。苫田っていうんだ。苫田、岡山県苫田郡苫田ダムです。失礼しました。苫田ダムで、その一方では岡山県は昭和57年以降水没予定地域での事業を一切認めない方針を打ち出したと。非水没地域でも教職員宿舎建設の補助事業認可や町営レストランの建設記載を引き延ばし、奥津町に対する露骨ないじめ、ダム反対調整への弾圧であると。こうしたいじめによって町長が次々に辞任したが、7代目まで常に当選したのはダム阻止派だったと。町長選のたびに町民はダムに対してノーという回答を出したと。そこで県は飴と鞭の作戦を始めると、飴とは総額655億円の奥津町長期振興計画であると。ダム建設への同意を前提に資金面では旧建設省と県が全面協力するからバラ色の未来像を描けという三者合意の形をとって、いたと。これを町長が拒否すると、県は国からの補助金を県段階でストップする手を取ったと。無茶苦茶であると。旧建設省や県との戦いの中で町の過疎化も進んでいたと。人口は町制施行の昭和34年の6475人をピークに減り続け、平成4年の年頭には2635人まで落ち込んだと。で、平成10年3月末、現在2034人と。住民は高齢化、息子、娘は過疎の町には帰ってこないと。水没地域の住民たちの姿勢は変化し、移転保証費など条件が合えば町を出るということになったと。この住民の意識変化に国の札束構成が結びつき、反対規制同盟の力量が落ちていったと。平成5年10月の町長選ではもはやダム阻止派は立候補せず、選挙の時からダム容認派だった初めての町長が誕生したと。すごいですね。徹底的に、お金を予算を出さないと。
で一方4人派には甘いですね、長期計画で巨額の予算をつけるという、これはもう負けますよね。砂月さん、朗読、日本が自滅する日、石井幸喜著と。H さん、ありがとうございます。石井さんの遺言のような、そうですね、まさに彼の最後の本ですね、これね、遺書ですよね。この遺書を引き継ぐ人が誰もいないということですよね。ということです。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ。国会が内閣不信任案を可決した場合、内閣総理大臣は衆議院を解散できるという日本国憲法第69条の規定は二重の意味で間違っているという、憲法の規定が間違っているという話なんですね。で、日本国憲法69条の規定では、国会で内閣不信任案が可決された場合、あるいは内閣信任案が否決された場合、内閣総理大臣は内閣総辞職か衆議院解散かのどちらかを選ぶ権利があると書かれているということで、憲法第69条の条文ですね。内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければならないと。でしかし日本国憲法69条の規定は日本国憲法41条の規定に二重に違反していると。で41条っていうのは毎回この間取り上げてますけど、国会は国権の最高機関であるという非常に簡潔で短い規定なんですね。で後半が国の唯一の立法機関であると。で第一の違反はこれまでと繰り返してきたように言ってきたように国権の最高機関なんですね。国会は国権の最高機関で41条で規定されている。だから国権の最高機関である国会の下位に位置する、下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が自分の都合で勝手に国会、衆議院を解散して総選挙を実施するという権限などもともと持ってないと。41条はそういうことなんですね。ではなぜこの憲法違反のそれで歴代自民党政権の内閣総理大臣は事あるごとに衆議院の解散権は首相の専権事項であると主張してきた。これはもう日本国憲法41条に明白に違反した憲法違反の大嘘と。じゃあなぜこの憲法違反の大嘘が最高裁、野党国会議員、憲法学者、弁護士、教師、社会科の教師、マスコミ、オピニオンリーダー、市民運動家、誰も正面切って批判してこなかったのか。この憲法違反の大嘘ですね。なぜ日本国民はこの歴代自民党内閣の憲法違反の大嘘に騙されてきたのかということですね。なぜならばこの憲法違反の大嘘は戦後日本を軍事占領した GHQ 米国支配階級が傀儡政党自民党に日本の政治権力を半永久的に独占させるために仕掛けた謀略なんですね。謀略であり戦後日本の最大最高のタブーの一つだからと。だから誰も正面から批判してこなかったから国民は知らないままそうなんだと、内閣総理大臣に衆議院の解散権はあるんだという全くの嘘、憲法違反の大嘘に騙されてきて、それだからこそ自民党っていうのは戦後70年間2回のいわゆるかっこつき野党政権ですけど、どっちにしてもですね、細川にしても、あるいは鳩山幸夫にしても、鳩山幸夫ですよねにしても、もともとは自民党出身ですからね、小沢一郎にしてもね。だから野党が本物の野党が政権交代したんじゃないですね。偽装野党なんですね。だから誰も正面から批判してこなかったんだ
で日本国憲法41条の規定に従えば、国会が内閣不信任案を可決した場合は、内閣総理大臣と内閣は直ちに総辞職すると。その選択肢しかないんですね。解散の選択肢なんてありっこないんですよ。その場合、国会の最高責任者で衆議院議長が衆議院を解散するんですね。だから国会が国会を自分たちを解散するという至極当然のことなんですね。で、総選挙を実施すると。で、新内閣総理大臣が選出されるまでの間、選挙管理内閣をこの衆議院議長が担うと、率いるということが正しい解釈なんですね。で、2つ目の違反とは何かというと、国権の最高機関である国会において内閣不信任案が可決された内閣総理大臣は、その正当性と合法性をその時点で喪失するわけですよね。あんたの内閣は信任しないよという内閣不信任決議案が通るってことは、その内閣全体、内閣総理大臣含めて正当性と合法性をその瞬間、失うということ、すなわち失格内閣総理大臣ね、失格内閣総理大臣、資格がないと、合法性がないと。その失格内閣総理大臣が内閣の国権の最高機関で国会を解散できるわけないんですよね。だからめちゃめちゃなんですよ、この69条っていうのは。69条がめちゃめちゃっていうのは、もともと41条の規定に違反して、内閣総理大臣には国権の最高機関である上部に位置する国会を勝手に解散する権限なんかもともとないと。さらに、国会で内閣不信任案議決が可決された内閣っていうのは、その時点でその合法性もその正当性もなくなった失格内閣総理大臣なんですね。その失格内閣総理大臣がなぜ、国権の最高機関である国会を解散できるのと。69条の規定っていうのは全くの大嘘なんですね、これね。なぜかというと、これはもう GHQ、マッカーサーが作ったからですよ。自分たちの傀儡政党が将来できると。この傀儡政党が戦後日本の政治権力を独占できるような仕組みをですね、この一見民主的近代的な日本国憲法の中に、謀略的に埋め込んだということなんですね。そのことを誰も戦後70年以上批判もしないし取り上げもしないと。最高裁は本来だったらこのことを最高裁の長官をはじめとする15名の最高裁判事は憲法の番人ですからね。憲法自体が GHQ の意向によって、その文言にですね、謀略的な文言を埋め込んだということを彼らは正面から取り上げて、その謀略的な文言を訂正しないといけないんですけど、一切しなくて沈黙するということで、最高裁はアメリカ支配階級の番犬なんですね。傀儡政党自民党の番犬だと。それで野党の政治家も結局このことを正面から取り上げない。共産党も取り上げないですよね。誰も取り上げないと。そしてマスコミも取り上げないと。憲法学者も取り上げないと。政治学者も取り上げないと。から社会科の教師、政治とか歴史を中学生高校生に教えている教師も一切そういう問題意識ないと。そして、本来だったら市民運動の方からもこれおかしいよということを言わなくちゃいけないんですけど、聞いたことないですね。だから結果的には国民はずっと騙されて、戦後70年以上衆議院を内閣総理大臣が適当な大義名分をでっち上げて突然解散して総選挙して、
そして、野党が足並みが乱れてるとか、金がないとか、あるいは野党分裂のための工作をしたという時点を狙って、総選挙を衆議院を解散して総選挙するから自民党が勝つのは当たり前なんですよね。学校の教師はむしろ政治的な発言が良くないと思われているようですねと。そうでしょうね。だから政治的じゃなくて憲法の勉強、憲法の話を生徒にするんだったらこのことを言えよと。政治じゃないんですよね。憲法なんですよね、これね。憲法っていうのは国の最高法規ですから、高校の教師、中学の教師、あるいは小学校の先生っていうのは国の最高法規である憲法を分かりやすく正しい解釈を生徒に教えないといけないという立場なんですけど、それは政治的というふうに批判されるのを恐れてですね、立ち入らないということなんでしょうね。今の立憲民主党も国民民主党も旧民主社会、そうですね、右派なんです。社会党右派なんですよね。CIA の対日工作3民社党の設立にも関与してる。そうですね。すごいですよ、CIA は。基地も原発も同じ手口と。民主主義の破壊ですね。日教組も組織力は減少してますけど、だから減少したとしても日教組まだ組織としてあるんだったら言えよって言うんですよね。日教組あるいは日教組に所属している教師は一人でもいいから主張しろよと。もうほとんど影響力なくなってんじゃないですか。主張しないから、発言しないから。ということで今日のメインテーマはそういうことです。だから69条っていうのはめちゃくちゃだということですね。だから日本国市民憲法を我々が作り直さない、ゼロから作り直さないとダメですよと。日本国憲法を守れと。安倍が会見してるんだから、会見を狙ってんだから守れという戦いだけでは弱いんですよね。だって日本国憲法自体がマッカーサーによってさまざまな謀略的な埋め込みをされている次元装置を内部に仕掛けられているということなんですね。そのことを踏まえて我々自身が我々のために日本国市民憲法をゼロから作るというスタンスを取らないとダメですよというのは前から私が言っていることですよね。ということで今日のメインテーマはそういうことです。本当に日教組も何の発言もしなくなっちゃったんですね。何なんですかね。ゼロじゃないでしょ。日教組の人っていうのはゼロだって発言しないのは分かんだけど、まだ数千人は残ってるんですよ。なんで発言しないのということですよね。これか。今日のメインテーマ69条。これはめちゃくちゃですよ。41条を完全に否定しちゃってるんですね。内閣不信任案が可決か、あるいは内閣不信任案が否決された場合は総辞職するか、あるいは衆議院を解散するか、どっちかの権利を認めているという、嘘だろうと。これが条文ですね。憲法69条。しかし41条の規定、二重に違反していると。
いうことですね。41条。41条っていうのは非常に重要ですよ、これ。誰も取り上げないけど。国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関であると。9条は取り上げるけど、41条は誰も取り上げないですよね。意図的に取り上げないということでしょうね。で、第一の違反。これは繰り返し言ってますように、41条の全般の規定で国会は国権の最高機関であるということは、他の国権、マイナス3。これですね。だから国会は国権の最高機関であるということは、他の2つの内閣と内閣と最高裁、2つの国権はその下にあると。ですから国会の下にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が自分たちの都合のいい時に勝手に国権の最高機関である国会を解散できる権限なんかありっこないよと。で、歴代自民党政権の内閣総理大臣は事あるごとに、衆議院の解散は首相の専権事項であるという大嘘を言っていると。これは41条に違反する憲法違反の大嘘であるということですよね。それで、それじゃあなぜこの憲法違反の大嘘が最高裁、あるいは野党国会議員、憲法学者、弁護士、教師、マスコミ、オピニオンリーダー、市民運動家、誰も正面切って批判してこなかった。不思議ですよね。内閣総理大臣には衆議院の解散権なんかもともとないんだよっていうことを誰も言わないっていうのは一体何なんだろうと。共産党も言わないでしょ。なぜ日本国民はこの歴史的歴代自民党政権の憲法違反の大嘘に騙されてきたのか。なぜなんだと。なぜならばこの憲法違反の大嘘は戦後日本を軍事占領した GHQ 米支配階級が傀儡政党自民党に日本の政治権力を半永久的に独占させるために仕掛けた大謀略であり、謀略なんですよ。大謀略なんですよ。大謀略であり、戦後日本の最大最高のタブーの一つだから誰も正面から批判してこなかったということでしょうね。で、日本国憲法41条の規定に従えば国会が内閣不信任決議案を可決した場合、内閣総理大臣と内閣は直ちに総辞職するしか選択肢はないと。なんでそこで衆議院の解散権なんか与えちゃうのと。これこそ謀略でしょうね。で、その場合どうなるかというと、国会の最高責任者である国会の議長が衆議院を解散して総選挙を実施すると。そして新しい次期総理大臣が就任するまでの間、選挙管理委員会を率いると。こういうことですよね。それで2つ目の違反は何かというと、
国権の最高機関である国会において内閣不信任案が可決された内閣総理大臣はその時点でその正当性と合法性を喪失した失格内閣総理大臣となるんですね。失格、その時点で失格なんですよ。じゃあなんで失格内閣総理大臣が国会を解散できるのと、めちゃくちゃじゃないですか。失格内閣総理大臣が、国権の最高機関で国会を解散できるわけがないと、そういうことですよ。国会で内閣不信任案が可決されるってことは、その時点で内閣と内閣総理大臣は失格だということなんですね。だから総辞職するしかないと。それで総選挙の場合でもですね、失格した内閣総理大臣および、いわゆる大臣、内閣の大臣、副大臣、内閣の、政務官か三役は総選挙に出馬する権利はないわけですよね。いわゆる政治家として失格の烙印を押されたということですから、新たな総選挙に立候補する資格を失うということで、徹底的にやればいいんですよね。というのが今日のメインテーマでした。時間がもう1時間ですね。67分36秒。58名様、139名様、コメント77件ですね。が今日のメインテーマです。今日のトピックスですね。朗報、山本太郎、令和新選組への寄付金が1億円突破と、これはブログの半歩前というブロガーの方の書いた文章を今日はトップに持ってきました。ここに書いてあるんですね。山本太郎が言ったと。今の段階でここまで来たら3億から5億は見通せると思っていると。3億まで集まれば参議院で10人の候補者を擁立できると。5億ならば2人区以上の選挙区に25人擁立できると。これで、頭打ちとんでもないと。ここまで来たら勢いがつくので3億5億が見通せると思っていると。でも私に来て寄付くださった人たちは決してお金持ちではないと。昼ご飯今日は外で食べようと思っていたのを一回やめようかとか、本当は靴を買おうと思ったが諦め顔で延期とか、そんななけなしの1000円500円1万円それぞれできることで皆さんのお力を借りて1億200万円を超えた状況だと。この文章いいですね。ヘチさん、コンチニコインですね。で、供託金をこういうふうに、高く設定した。要するに、一般庶民が国会議員、あるいは政治家に、履行させないと。お金が集まらないようにするということなんですけど、これは選挙資金管理法、選挙法か。選挙法を自民党が勝手にでっち上げたんですね。だからこういうふうになってるんですね。そうですね。山本太郎を首相にですよね。ここまで来たら3億5億までいくと。3億までだったら
参議院で10人の候補者を擁立できると。5区なら2人区以上の選挙区に25人擁立できると。こういうふうに供託金を高くしたのは自民党ですからね、これ。もともと法律の規範権も国会の提出権もない、内閣、自民党内閣がでっち上げたんですよ、こういうふうに。ここまで来たら勢いがつくんで3億5億見通せると思ってると。でも寄付してくださってる庶民の方は当然ながら金持ちじゃないと。昼ご飯外でやめようとか、靴を買うのをやめようとかということですね。2つ目、国会議員らの毛髪検査で発がん性農薬検出7割の驚愕という日刊現代。これはグリホサート、発がん性の疑いがある農薬グリホサートをどれくらい摂取しているか、国会議員らの毛髪を使って検査したところ驚くべき結果が出たと山田雅彦元農相が共同代表を務めるデストックプロジェクトジャパンが21日参議院議員会館で開いた会合で明らかにしたと。これはモンサントのラウンドアップですね。この中に、グリフォサートグリホサートが含まれていると。で、欧米など海外では使用禁止や規制強化が動いているのに、日本は2017年12月残留基準が大幅に緩和され、小麦は改正前の6倍、そばは150倍に引き上げられたと。100円ショップにはグリホサートを含む除草剤がたくさん並ぶということですね。恐ろしいことですね。今の時点では何とも言えないが、居酒屋の序章にたぶらかされて、人も出すなんてないように祈りますということですか。これは何なんですかね。これは山本太郎氏に言ってんですかね。いろんな人が集まってくるから候補者選びを慎重にした方がいいよと、そういうことなんですかね。日本はすごいですね。改正前の6倍、そばは150倍ですって。何なんだこれは。ヘシさん、日本ってアメリカが世界で売れなくなった商品がパワーセールスされる状況でありませんかと。モンサント、今もすごいけど、これからもっとすごくなりそうですと。これは住友化学が日本で生産してるんですよね。経団連の元の会長ですよ、住友化学。国会議員23人を含む28人分の毛髪をフランスの研究機関に、検査して結果、
グリフォサートと、それからグリフォサートが分解してできる AMPA、この2つを検出したんですね。その結果、両方出たのが4人、グリフォサートだけ4人、AMP11 人と、検出せずが9人と。だから28人中、実に7割に当たる19人から検出されたという。ということですね。ヘチさん、かつてはアメリカのタバコ、今はオスプレイなど軍需品、他国では売れなくなった日本に来るという、まさに傀儡政党、自民党が戦後、実質的にはもうずっとですよね。こんな国ないんですよね。傀儡政党、アメリカの傀儡政党、自民党が日本の政治権力を独占してるからこういうことになっちゃうんですよ。ということです。で、トランプ大統領の弾劾を求める1000万人の署名、米議会に提出と。これですね。すごいですね、1000万。米議会はどういう対応をするんですかね。うわ、これ URL。民主党、アメリカの下院の多数を握っている民主党が勢いづくんじゃないですか。ペロシ院内総務、彼女はかなり日和見的なあれで、アメリカ国民をもしもトランプ大統領弾劾に突き進めばアメリカを二分しちゃうということで、否定的なあれだったんですけど、トーンが変わってきたんですね。おそらくこの1000万の署名が届いたんで勢いづいたんじゃないですか。弾劾のする理由は十分あるというふうに、変わってきたんですね。で、それがですね、次のトランプ氏これか、トランプ氏の行動、弾劾に値する可能性と、ペロシ米下院議長ということで、これ23日だ、今日付だから最新の記事として、おそらくこの1000万人の弾劾署名が議会に提出されたんで、彼女の意見が変わってきたということでしょうね。すごい力ですよね。ヘチさん、アメリカでタバコがめちゃくちゃ高くて真剣に禁煙を考えてない一生の思い出と。マイドセブンが220円だった頃、アメリカで丸ボドは400円以上と。米国留学中の話ですと。ヘチさん、留学してたんだ。だから1000円とか2000円にしちゃえばいいんですよ、タバコなんか。あんな毒物。それからトランプ氏財務情報をめぐる銀行への召喚状は有効と、米連邦地裁ですね。寛解式タバコを売ってるのは日本だけど、関越式タバコって言うんですか、人体実験してると。なんか変なの、煙が出ないタバコのことなんですかね。たまに見ますね。タバコの出ない、煙の出ないタバコ吸ってる人。このこと言うんですか。これトランプが事業で、失敗してこの前トピックスの中で取り上げましたけど、1985年から1994年の10年間に彼はことごとく事業に失敗して1700億円の損失を出したと。でその期間、税金を免除されたということなのね。電子タバコってありますねと。電子タバコ、
で、問題はそのほとんどの要するに事業に失敗して、巨大な赤字を出したトランプ企業に対して、なぜかドイツ銀行がだけがですね巨額の融資を続けてたということで、何があるんだということで、ドイツ銀行に対する召喚状を米の下院委員会が召喚状を送ったと。それに対してトランプが裁判を起こして、召喚状は無効であるという裁判を起こしたんですけど、米連邦地裁の判決は有効だということでね。で当然ながら最高裁まで行くんでしょうね。でトランプは最高裁は9人の最高裁判事のうち5人は保守派だということで覆できるというふうに高をくくってるんでしょうね。でも分かんないですよこれ。それぞれ、加熱式タバコっていうんですか、砂月さん。ということです。そして欧州議会選挙が今日から始まったのか。投票開始と。躍進狙う右派ポピュリズム政党という AFP。28 カ国で欧州議会選挙が始まったと。定員が751名なんですね。それで、EU の離脱を狙うポピュリズム、イタリアの、北部同盟か、それからルペンですね、マリー・ルペン、フランス、それからオランダ、極右自由党、この辺がチェコのプラハに集結して、彼らは国家と自由の欧州という反 EU 会派を欧州議会で作ってるんですね。それがその会派が勝利するんじゃないかと、勝利って言ってもかなり議席を取るんじゃないかという見方が広がってるんですね。でもこの記事の最後に EU 全体で、会派が圧勝する見通しは薄いと。 EU の世論調査ユーロバロメーターの最新調査によると、回答者の 61% が自国の EU 加盟を好意的に評価していると。1990年初頭以来の高い結果になっているという数字なんですね。欧州議会選挙が始まったということですね。だからある程度は伸びるけど、ポピュリズム、彼らが望んでるほど対象はしないだろうというのが事前の世論調査の結果なんですね。今学校ではそういう電子タバコを警戒してますということですか。はい。それで、今日の重要情報は先ほど紹介したノムヒョンバカノムヒョンの挑戦という記事ですね。これは読み応えのあるハンギョレの記事です。再度ということですね。今日の放送はこれで全部です。時間が85分に34秒ですね。同時に視聴された方が62名、全体で155名、コメントが105件ということですね。
たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとそしてギフトですね、いただいてありがとうございました。今日木曜日の放送はこれで終わりです。時間が今23時28分ということですね。夜の11時半、ですね。砂月さん、丸山市、長谷川豊氏に続いて麻生氏白血病新薬にケチと命を費用対効果で語る麻生氏に批判殺到日刊現代ですか。これありましたね。ということで今日の放送、木曜の放送これで終わりです。お疲れ様でした。また明日ですね、金曜日の放送ありますんで、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。